はい、どうも、あんたろうです。今回もですね、糖尿病予防に向けた豆知識ということで、第2弾ですね。内容としては、健常人のインスリン分泌機構について説明していこうかなと思います。皆さん知っていると思うんですけれども、血糖値を抑えるのは、このインスリンですね。で、これが、どういうふうに健常人であれば分泌されるのかについて説明していこうと思います。これを知ればですね、逆に糖尿病の人はどういうふうにインスリンがその分泌が阻害されてしまうのかを知ることができます。それはまた次回お伝えします。ちょっと内容としては難しいんですけども聞いてください。はい、今回のチェックポイントをですね、じゃあ説明していこうと思います。インスリン分泌調整は水 β 細胞が行っている。これを覚えてもらえばいいかなと思います。じゃあ具体的な流れをですね、説明していきたいと思います。まずですね、グルコース、いわゆる糖ですね。これが水 β 細胞に取り込まれた結果、最終的にエネルギーである ATP を生産します。で、続いて、この ATP ですね、β 細胞の表面に存在する ATP 感受性カリウムチャネル。これがですね、ATP 濃度の上昇を感知して、普段は開いているんですけれども、閉じます。で、このチャンネルはですね、普段何をしているのかというと、下にも記載してある通り、細胞内のカリウムがですね、細胞外に移動するチャンネルになります。これが閉じるということは、細胞内にカリウムが蓄積するような形になります。そうなるとどうなるのかというと、細胞内の陽イオンが蓄積して、膜電位が上昇します。その結果、脱分極、いわゆる電気が生じますね。そして、その電気をこの電位依存性カルシウムチャネルが感知して普段開いているチャネルが開きます。その結果細胞内へカルシウムが流入します。そして最終的に細胞内のカルシウムの濃度の上昇によって分泌細胞からインスリンが分泌されるという風な形になります。これが健常人のインスリン分泌の調節機構となります。はい。で、次回はですね、これを踏まえて、どこに障害が生じて、このインスリンの分泌が阻害されるのかについて説明していこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。